いや、だから本当にその日本のレベル、モラルというのは徐々に下がってると思ってはいたんですけど、結構下がる速度というのがだいぶ変わってきたなっていう気はしますね。日本で暴動が起こるかもしれないよねとか、日本の治安悪くなると思うんですよみたいなことって僕何年か前から言い続けてたと思うんですけど、で、最近だと高齢者の家に入ってって、押し込み強盗して高齢者しちゃうみたいなパターンの事件とかあったり、日本全体の治安が悪くなってるという話じゃなく、一部そこが抜けちゃってる人たちが出始めるってことだと思うんですよね。アメリカはもう犯罪が多いですとか、5秒に1回人が死んでますとか言われるんですけど、で、それも、じゃあみんながみんな悪いやつなのかってそうじゃなくて、これやっちゃいけないよねっていう、そこが抜けてる人がそれなりに多いという問題なんですよ。僕が知ってるアメリカ人で人くせやつ一人もいないんで、みんながみんな悪くなってるって話じゃなくて、治安が悪いというのは、これ以上やっちゃいけないよねっていう感覚がずれてる人の人数がだんだん増えるっていう話だと思うんですよ。なので結構それが底抜け脱線ゲーム的な人が日本ではちょっと増えつつあるのかなっていう。そうそう、だから、高齢者の人が家にいるだけで、ベランダのガラスを割って闇バイトの輩が入ってくるっていう。日本家屋って基本的にはそのドアに鍵をかけるんですけど、庭回ると普通にベランダガラスだったりするじゃないですか。ガラスバーンって割って、鍵ガチャって開けて入れば、誰でも入れるんですよ。だからガラス割るだけだから、小学生でもできるんですよ。隣の家屋が近いところだったら、夜中でガラスパリーンと割ったら、物音がして周りに来ると思うんですけど、ある程度地方になると、隣の家まで20メートルとか50メートルとかって家もあるんですよ。で、そうすると、タオルとかを当ててガンってやってやると、そんなに音出ないで穴作るんですよね、ガラスって。そこから手突っ込んで鍵開けるとかってなると、隣近所に音聞こえないんですよ。なので、そういう形でやると、隣近所と距離のある地域に住んでいる人たちっていうのは、家にいて鍵をかけたとしても、もうどうしようもないんですよ。その人たちが来ないように祈るぐらいしか対処法ないんですよね。若い人たちが3人で、高齢者おじいちゃん1人です。おばあちゃん1人です。2対3です。勝てるわけないじゃん。っていうことになるので、地方はどんどん治安悪くなっちゃうと思うんですよね。それは地方の治安が悪くなるというより、そういうことをやる人たちが、地方で荒稼ぎ案件みたいなことをし始めるわけですよ。っていうので、荒稼ぎ案件をして逃げて、結果として被害に遭う人たちが増えるっていう。仮にじゃあそれが岩手県がありましたっていう時に、その岩手県に悪い人がいるわけではなく、岩手県に悪い人が集まってくるんですよ。で、田舎の方だと、駐在さんが調べたりとか、県警の刑事が調べるので結構時間かかったりとか、雨が降ってたりすると全然証拠なくなっちゃうよね、みたいなこともあったりして、捕まる確率下がるんですよね。都内とか神奈川とか埼玉、千葉とかの場合だと、隣近所にまず家があるとか、そこら中にコンビニがあるので、コンビニの防犯カメラが入り口を映している場合、そこを通る車とかバイクとかの映像が撮れたりするので、犯罪をしに行く人たちの車が分かったりとか、その横側が分かったりとか、運良かったらナンバーが分かったりとかで取れて、捜査が可能だったりする場合もあるんですけど、地方自治体の田舎の方に行っちゃうと、まずコンビニなんかないし、監視カメラもほぼないので、なので、その被害者はいます。でも、犯罪をした結果もあるんですけど、犯罪者を捕まえるための証拠というのはあんまり残ってませんよっていう状況になる場合があるんですよね。もともとは凶悪犯罪っていうのは 100% 捕まりますよっていう、一応日本の治安の良さで言ってたんですけど、もうそこら辺の凶悪犯罪でも捕まられない人がちょこちょこ出てくる。都内とか神奈川とか千葉はドラレコがあるんで、真っ黒に塗った軽トラックが通ってますっていうのがニュースで流れると、あれなんか見たことあるな、ドラレコ見てみようとかってドラレコ見て、じゃあそれでこれぐらいの背丈の人が乗ってましたとか、車のナンバーがいくつでしたとかって分かったりするんですけど、田舎だとドラレコつけてる車なんか全く走ってないですよ、なんか。比率としてそういう犯罪に遭う可能性としてはだいぶ低いと思うんですよ。可能性としてはだいぶ低いんですけど、じゃあ東京とか埼玉に息子さんたちがいて、田舎の方に高齢の両親が住んでる時に、もしリスクを考えたら、そんなところに住まわせて何かあったら本当に嫌だから、もうそこ住むのやめて東京に来なよみたいなことになって、地方に住むことが危ないよねっていう構造になっちゃうと思うんですよね。なのでそうするともう地方に住むのは良くないよねっていうことになって、地方の人口もどんどん減るし、地方に家を買う人も減るし、地方経済というのはどんどん衰退していくっていうことになってしまうので、田舎よりもやっぱりその都内とか中都市とか人数の多いところに住む方が安全だよねっていうことに多分今後はなっていくんじゃないかなと思いますけどね。闇バイトなのに一軒家が狙われるニュースを受けます。一軒家に住んでるので怖い。どうしたら改善しますか？引っ越してください。僕も一軒家に住むことは多分人生ないと思います。子供がどんどん減っていきます。
で人口が減っていきますってなると、警察が処理できる範囲というのはどんどん減っていくんですよ。なので地方はじゃあだらだらと暮らせばいいよねっていうふうに思ってる人いるんですけど、これからの日本の地方で起こることというのは、地方で一人で生活している人は夜中に襲われるという社会になります。地方で一軒家で暮らしている人を襲ったとしても、その犯人を捕まえるコストを払えなくなるんですよ。日本人同士はそんなにやらないと思うんですけど、じゃあ外国人の観光客として来ました。どうやら地方の人というのは一人で暮らしていて、家に金目のものを置いているらしいぞってなると、夜中に家入って脅して金目のものも取って、でそのまま空港に行って自分の国に帰ります。外国人に襲われましたって言っても逮捕をするのは不可能です。その人がもう一回日本に来るとかやらない限りね。なのでやったもん勝ちになっちゃうんですよ。その場でたまたま警察官が捕まえますが、まずないじゃないですか。朝になって通報して、こういう被害が出ました、これだけ取られました、来た人は外国人でした、こんな服を着ててこんな見た目でしたって言ったとしても、もう言った時には飛行機乗ってヒャーって行っちゃってるんですよ。もうどうしようもないよねっていうのが多分今後起きうるんですよ。なので日本人の人口が減って高齢者同士で細々と暮らせばいいじゃんとか、貧しく暮らせばいいじゃんとかっていう人いるんですけど、そんな生優しいもんじゃないよ。東南アジアとかだと月収数万円の人たちっていうのがいるんですよね。でその人たちが日本行きのチケットっていうのを一生懸命お金貯めて10万円ぐらい貯めて、で一晩で 4,5 件襲ったら多分100万円ぐらいになるんじゃない？安くて。ワンチャン大当たりするとタンス預金してる人とか多いので、貴金属置いてるとかって人多かったりするので、ワンチャン数百万になるからなんですよ。3、400万みたいな。そしたらもう全然元取れるじゃん。でその後も自分の国に帰っちゃえばもうどうしようもないよねみたいなのがあったりするので、なのでそういう時代になっちゃうよね。確変入りましたっていう。だって捕まえようないもん。もう交番におじさんがいてさ、たまたま通りがかる人を捕まえるとかもないわけだから、畑に野菜とかタダで置いてるからね。なので都会で集合住宅に住んでる人は全然襲われないと思うんですけど、一軒家は普通に襲われても、じゃあ襲う側の気持ちになってください。一軒家あるじゃないですか。ドアにいくら鍵閉めても庭に割ったらベランダがあって、ベランダのガラスガチャンって割って「いい」って入ります。じゃあおじいちゃんおばあちゃんいました、全部閉まれますと。金目のもの出さないとすぞって言って怖がって言わない場合に、指1本ずつハサミで切ると大体もうこれ以上切られたくないから金目のものどこにあるか言うじゃないですか。でそれもらってちゃんと縛っといたら朝でも通報できないんですよ。高齢者の人が別に朝家から出てこないって誰も気づかないですよ、近所の人は。でそうすると多分ちゃんと縛っとけば、たまたまなんか人が通りがかって大声出した時に分かるぐらいで、そうすると次の日の朝とかじゃなくて、下手すると次の日とか明後日とかになるんですよ。したらじゃあ朝に羽田とか成田から、出国しますっていう人だったらもう止めようがないんですよ。こんな見た目ですとかって言っても知ったこっちゃないよねみたいな。っていうのをこれを夜中のうちに何件か回ってやってガーッと集めて、レンタカーでそのまま成田空港行って車も返す必要ないので。でそのまま成田空港でボーンって止めてパスポートチェックして朝にこう飛行機で帰りますって言ったらどうしようもないよねっていうのが止めようがないと思うんだけど、これ誰がどうやって止めるの？こういうことになりますよっていうのを、そんなことないよ絶対起きないよっていうのを論理的に説明できる人いる？そういう社会になっちゃうよっていう。なので人口減るの良くないよって思うんですけどね。他の国ではあるんですよ、こういうことって普通に。日本は今までそんなに起きてないだけで、外国とかで治安の悪いところに住んでる人が外国人に襲われて、で襲った外国人はとっとと出国しちゃうっていうのは他の国では普通によくある出来事です。国際クラフスでも自国通貨建て&日銀が買い取ってる&外貨準備いっぱいあるから大丈夫的な理論で、もしも国産がされて日本がハイパー売れで円が紙切れな時考えられる最悪のケースを経済、エネルギー、食料、福祉、生活、治安、国語等の観点でひろゆきさんの考察を教えてください。円が安くなってしまって石油買えなくなるっていうのが、買えなくなるというか石油の値段が上がるんですよね。1ドル160円だった時に電気代上がったよねっていうのがあって、米の値段がなんでそもそも上がったかっていうと、米だったり野菜だったり肥料も輸入してるんですよ。で日本って肥料のリンに関しては 99% で、窒素化合物に関しても 98% とかだったかな。基本的に農作物の肥料ってほぼ輸入なんですよ。でこれがじゃあ円安でもともと1ドル100円だったのが1ドル200円になりましたって言ったら2倍の値段になるんですよ。そこでエネルギーが買えなくなりましたってなると、
地方で農業とかできないよね。地方で生活難しいよね。だってガソリン代倍になったら車持って生活できないよね。車がないと生活できない地域というのは人が住まなくなります。家賃も下がるし、家も買われないし、そうなってくると、その廃墟におかしな人たちが住み始めます。景気が悪くなった時っていうのは、景気が悪いので人は雇われなくなります。人が雇われないけども、でも、元気だけど、どの会社にも雇われない人が飯食うためには金を奪うしかないんですよ。生活保護取れますという人はいいんだけど、俺元気です。実家暮らしです。家族がいます。で、その家族を食わせなければいけません。でも仕事クビになりました。じゃあ毎月の食料をどうやって入手するか。それは盗むしかないよねっていう考えをする人が一定の割合出てきます。一定の割合出てきた盗む人というのがバンバン盗んで、ちなみに今も日本だと窃盗に関していくと、確か捕まる割合が2割とか3割じゃなかったかな。強盗とかになるとすぐ捕まるんですけど、窃盗レベルだともう捕まんないんですよ。バイク盗んだとか捕まんないじゃないですか。っていう感じで、窃盗がどんどん増えるんですよ。窃盗で暮らすのが当たり前になって、治安はどんどん悪くなって、地方というのは税収も少ないので、警察官そのものが少ないので、この地域警察官少ないよねってバレると、その地域に犯罪者が寄ってたかってくるんですよ。東京はお金があるから犯罪やると捕まるんだけど、千原木まで行ったらもうそんなに捕まらないよねってなると、じゃあ東京の人たちが千原木で犯罪をしてバババッと物取って帰ってくるとか、おばあちゃんバールでも家の中の現金中央値400万円を盗むとかってなると、一件攻撃したら400万円入るよねってなったら1年分の年収じゃんみたいになると、じゃあそれワンチャンありじゃねみたいな人っていうのがやっぱ日本中で成立するんですよ。そこでじゃあまともに働くより悪いことした方がいいよねっていうので、勉強するよりも捕まらないテクニックというのを一生懸命覚えるようになるんですよ。一生懸命勉強しても就職できません、不景気だから。じゃあお金にならないじゃん。お金が欲しいとき、飯食いたいときどうすればいいの？そうすると暴力団的な人がこうやって教えば金儲かるよ。教えてやるよって言って、そこで教わって、頭のいい勉強したら大学行けるような子も悪いことをした方が儲かるよねという状況になっちゃうんですよ。ってなると、じゃあ頭のいい人ほど悪いことをするから、犯罪者組織がどんどん高度化するんですよ。オレオレ詐欺って、頭の人って捕まらないんですよ。実行犯とかが捕まってて、前ルフィが捕まりましたけど、ルフィフィリピンから指示してましたってなるんですけど、あれがフィリピンの刑務所じゃなくて、海外に住んでるやつが定期的に指示を出して、国をポンポン移動しています。フランスでビールを飲んでますってなったとして、逮捕のしようがないじゃん。ルフィってやつがいるらしいぞって言って、刑務所だから捕まったけど、そろそろバレそうだな。じゃあドイツに行きますとか、オランダに行きますとか、点々とトップが移動して、ずっと現場の人たちは、オレオレ詐欺とか、民家を襲うとかやりまくりますってなったとしても、もう止めらんないんですよね。っていう感じで、どんどん治安が悪くなっていくんじゃないかなと思います。で、国防の観点でいくと、外国人のスパイも入るようになるし、じゃあ外国の人たちが日本海を通って日本を攻めるときに、ここにある程度じゃあ武器とかを置ける倉庫があった方がいいよねとかっていうので、潜水艦とかでファーっと来て武器持って、そこからじゃあ東北とか関西とかに拠点を作ろうみたいなので、どんどんその拠点を増やすっていうのができちゃうんですよね。廃屋とか誰の持ち物でもない建物っていうのが増えると、じゃあそこに武器を置いたりとか、連絡先とかでその使おうとか、外国人が来た時にそこにかくまおうみたいな、っていう感じの隠れ家がいっぱい作られちゃうんですよ。これは犯罪者も使うんですけど、っていう感じでどんどん悪化していくんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。